ろしいですか。はい、じゃあおはようございます。冒頭2点申し上げたいと思います。まず9月10日から16日まで、これは自殺予防週間となっております。検察庁における自殺統計によりますと、本年8月の自殺者数、速報値ベースですが、1849人となっており、前年同月比246人増であります。7月以降、増加傾向の兆しが見られており、多くの方が自ら尊い命を絶っておられる現実、これをしっかりと受け止めなければならないと考えています。本日の閣議で各閣僚に自殺総合対策大綱に基づく取り組みを、こうした状況を踏まえ、より一層推進していただくよう改めて依頼をしたところでございます。新型コロナウイルス感染症の影響もあって、今後の生活に不安を感じておられる方も多いと思います。厚生労働省では、生きづらさを抱える方を対象に、心の健康相談統一ダイヤルや LINE 等の SNS 相談での相談窓口を設けております。その他、お一人お一人の悩みに応じて、生活でお困りの場合には、お住まいの地域の自立相談支援機関、また、心の問題でお困りの場合には、精神保健福祉センターや医療機関など、一人で悩むことなく相談していただきたいと思います。また、ご家族、友人、あるいは同僚の皆さんの中において、いつもと違うという感じを受けた方がおられる場合には、声をかけ、本人の気持ちに耳を傾けるとともに、相談窓口など支援先をですね、案内をしてあげていただければというふうに思います。今申し上げたことは昨日メッセージとして厚生労働省ホームページ、SNS でも発信をさせていただきました。悩んでおられる方々が孤立されることのないよう、地域共生社会の一環として、ぜひ温かく寄り添いながら見守っていただけるような社会を一緒に構築をさせていただきたいというふうに思っております。2点目は、インフルエンザワクチンの接種についてであります。この冬は4価ワクチンで変更された平成27年以降で最大の供給となる約3178万本、1本で2人接種が可能でありますから、最大約6300人分、6300万人分を確保できる見込みでありますが、新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、この冬に向けてインフルエンザワクチンの需要が高まる可能性があるというふうに考えております。このため、インフルエンザワクチンの優先的な接種対象者へ、優先的な接種に対する考え方について、専門家の方々に広くご議論いただきました。アドバイザリーボードであったり、新型コロナウイルス感染症分科会、さらには厚生学審議会の合同部会というご議論もいただきました。それをまた合わせて、このインフルエンザワクチンは、接種をすればインフルエンザにかからないというものでは、絶対にかからないというものではないわけであります。その主要な効果は、重症化を予防するというところにあります。こうした点を踏まえて、接種時期について以下のようにしていきたいと思っておりますので、ぜひ国民の皆さんのご協力をお願いしたいと思います。ここのお手元にもありますけれども、まず10月1日以降は、予防接種法に基づく65歳以上の方等で、接種を希望される方に対して接種をさせていただきたいというふうに思っております。そういった60歳以上の方で接種を希望される方は、早めに接種を行っていただきたいと思います。そしてそれ以外の方については、10月26日まで接種をお待ちいただきたいと思います。また26日以降においても、医療従事者、基礎疾患を有する方、妊婦、生後6ヶ月から小学校2年生の方について、接種をですね、そして希望される方に対して接種を呼びかけていきたいというふうに考えております。仮にこれらの今申し上げた方が全て接種いただくとすると、約3000万本を超える量が必要になるというふうに見込んでおります。インフルエンザの効率的な使用や安定供給が図れるよう、1回または2回接種となっている13歳以上の対象者には原則として1回ということであります。したがって13歳未満の者に対しては2回の接種というのは引き続きそうした対応を取らせていただきます。また必要量その都度発注することとし、大口の発注には原則として分割して納入することについて関係者に要請をいたしました。
また、この冬は特に例年よりもインフルエンザワクチンの市場への供給を早めていただくようにお願いをしております。また、都道府県単位でのワクチンの供給量の大まかな目安を設定する。今申し上げた接種の考え方に沿ってですね、いわば必要量というものを前提にしながら、供給量の大まかな目安を設定するとともに、国としても供給状況を把握しながら、ワクチン配分の調整を図っていきたいというふうに考えております。冒頭申し上げましたように、インフルエンザワクチン、当初より各企業に対して増産をお願いをしてまいりまして、例年よりも多くのワクチンを確保したところでありますけれども、今申し上げた状況でございます。ぜひ国民の皆さんには、そうした状況をご理解いただきながら、必要で希望される方がですね、しっかりと接種を受けていただけるよう、ご協力をぜひともお願いしたいと思いますし、また、医療機関の皆さん方にも、こうした新型コロナウイルス感染症の拡大という中ではありますけれども、合わせてご協力をお願いしたいというふうに考えております。私の方からは以上です。